どうもこんにちは、モンさんです。今回は CPU クーラーは何がいいのか、水冷 CPU クーラーが冷えるというのは嘘、あるいは誤解というテーマで動画を制作していたんですが、自作 PC の闇に気づいたので、そのお話もします。チャプターをつけておきますので、お好きな箇所をご覧ください。では説明していきます。この流れで説明します。闇の部分はチャプターを分けておきますので、前半の水冷 CPU クーラーの方が冷えるは嘘の話に興味がなければ飛ばしてください。 CPU クーラーを理解するには CPU の基礎的な知識がないと理解判断できませんので、基本的な説明を先に行います。不要と思われる方は飛ばしてください。 CPU の構造と放熱の関係について説明します。左側の図は CPU の大まかな構造です。パッケージに CPU コアが実装され、ヒートスプレッダーがかぶせられています。右側は断面図です。 TJ はジャンクション温度と呼称されています。 CPU で発生した熱はヒートスプレッダー TC、 ヒートシンク取り付け面 TF、 周辺の空気 TA と放熱されていきます。模式図で書いてあるように TJ から熱が伝わって周辺の空気へ放熱されます。ソフト読みで CPU 温度と言われている温度は TJ の温度になります。 CPU のデータシートに記載されている TDP はヒートスプレッダー TC から設計上放熱される熱エネルギーです。ヒートシンクの性能は熱抵抗 RF になります。TDP と最大消費電力とターゲット TDP。TDP は定格運用時に発生する熱エネルギーを表したものです。最大消費電力は定格時に消費する電力です。どちらも単位はワットです。エネルギーを表す単位です。しかしながら表している意味が違います。TDP は熱エネルギーなのでジュールパーセックです。1秒間にどれだけの熱量が発生するかです。最大消費電力は VI です。電気の単位です。ターゲット TDP はモンさんがこの動画の中でこの後使う勝手に作った造語です。 CPU クーラーに記載されているこれくらいの発熱量の CPU まで使えるよって記載されている数値をこう呼びます。世の中で使うと伝わらないかもしれませんが、本動画ではこう呼びますのでよろしくお願いします。 CPU が発熱する仕組みを説明します。電線などの導体には必ず内部抵抗があります。この内部の電気抵抗値は材質によって違います。抵抗値のこの式のように素材によって決まっている比例定数に長さをかけて導体の面積で割ったものになります。式からわかる通り、回路の大きさや太さによって抵抗値が変わることがわかります。この電気抵抗があるため CPU 内部に電気を流すと電流と電気抵抗の摩擦によって熱が発生します。発熱は電流値の2乗に抵抗値と流す時間をかけます。これらの式からわかる通り、回路素材、回路規模、回路長さによって発熱効率が変わるため
設計の異なる CPU では同じ処理をしても発熱が異なります。TDP だけ見てインテルが優れているとか AMD が優れているといった指標にならないことがわかると思います。CPU の微細化がニュースになりますが、微細化が進めば電気を流す回路が小さくなりますので発熱しにくくなります。現在ライゼンは5ナノメートル、コアシリーズは7ナノメートルなので同等の回路を作ってもライゼンの方が発熱しにくい構造になります。 CPU クーラーはだいたいこの4つの種類が流通しています。ヒートシンクだけのもの、ファンが取り付けられているもの、ヒートシンクにヒートパイプがついているもの、ラジエーターとポンプで冷却液を回すもの。一般的な名称では水冷 CPU クーラーといったら一番右のものを指しますが、産業機器系での分類はヒートパイプがついたものもラジエーターがついたものも液冷に分類されます。見た目が大きく違うので構造的に違うものなのかなと思いがちですが、冷却液を循環させて冷やすためどちらも液冷に分類されます。虎鉄や白虎がよく冷えるのは液冷だからです。ヒートパイプ内の冷却液が CPU の温度を奪ってくれるのでよく冷えるのです。最近の世の中のイメージだと右の形式に行けば冷却能力がどんどん上がるイメージでしょう。しかし勘のいい人ならお気づきでしょう。先ほどの図を持ってきて説明すると、ヒートシンクがどれだけ熱を奪えるかは熱抵抗 RF の数値による形式の違いじゃないんですよ。すごく単純なことなんだけど、広告やインフルエンサーのよくわからない、とにかく水冷にすれば冷えるといったイメージ戦略、自動車のエンジンのイメージに重なるものもあり、盲目的に水冷形式が冷えると刷り込まれていたことに気づきました。冷静に考えればわかるのにね。大げさに書くとこうなります。 CPU に1畳分の広さのある銅のヒートシンクを取り付けることができれば、どんなものでも十分冷やすことができるでしょう。先ほど形式で言うとファンレスの形式になります。だけれどあれだけ水冷が冷えると宣伝されたらどうだろうか。人はすっかり考えるのをやめてしまう。モンさんも以前このような動画を上げました。水冷 CPU クーラーにして右の動画で空冷に戻しました。この時のデータを再度精査しました。その時の動画をもとに再度比較を行いました。左が水冷 240mm ラジエーター2ファンのもの、右が空冷2ファンのものです。 CPU-Z で CPU マルチスレッドのストレステストをかけている時の温度上昇を見ています。水冷 CPU クーラーの方が温度の上昇具合が低いんだろうなと思ってたんですけれども、こうやって比較してみると大差ありませんでした。それどころか空冷ファンの方が反応が良く温度が上がりにくいということがこれで分かりました。また最大温度も差はありませんでした。この2つの製品についてはターゲット TDP 設計上の狙った
放熱できる熱量というのはほぼ同じだったのではないかと想像しています。少し動画を早送りします。CPU の温度が定常化するまでほぼ時間は同じでした。最大温度もほぼ差はありませんでした。見ていただいた通り、水冷と空冷に差はありませんでした。むしろ空冷の方が冷えている感じでした。私の最初の予測では構造の違いによって水冷 CPU クーラーは冷却液の量が多く温まるのに時間を要し、ゆっくり温度が上がると思っていました。ヒートパイプと大差はありませんでした。そのため図で示す通り、熱容量を利用して最大温度は空冷水冷で差はないものの、短期間の負荷では最大温度に到達せず冷えるのかと考えていましたが、そうでもありませんでした。見た目上放熱面積が広そうですが、実は放熱面積も2ファンなら2ファンで実質変わらないのではないでしょうか。そうは言っても公開されてないパラメーター、公開されたからといってもよくわかりません。放熱部分の計算は調べてみましたが、複雑で面倒で開発した企業でなければ計算できないでしょう。では何を信じて選択すればいいでしょうか。ここでやっとさっき説明したターゲット TDP が出てきます。ちょっと時間がかかりましたね。メーカーが公開している放熱能力の数値です。調べてみたら自分の使っている CPU クーラーは空冷方式は記載があり、水冷方式は記載がありません。先ほどの比較試験の結果、水冷もターゲット TDP は 180W 程度の製品だったのでしょう。この CPU クーラーが発売された年の最速プロセッサー Core i9-7940X の TDP が 165W だったことから、当時としては余裕のある設計で数字表記していなくても問題がなかったのでしょう。現在のインテルコンシューマー向け CPU の最上位は Core i9-13900KS。 こちらのスペックシートには TDP の記載がありません。価格 .com のスペックデータにも TDP の記載がありません。いつ頃からかインテルの発熱の表示が TDP ではなくなったようで、現在こういうデータから正しく情報を得るには知識のアップデートが必要なようです。より詳細なデータシートをダウンロードして読んでみました。現在はプロセッサーのベースパワーが TDP を指すようです。最大ターボパワーも TDP です。よくわかりませんね。CPU クーラーのターゲット TDP が分かってもこれでは選べません。なんでこんな分かりにくいかですが、ここからはモンさんの勝手な想像です。ここに自作 PC の闇があると思っています。メーカーはいろいろ理由をつけていますが、モンさんはライゼンにマルチスレッド性能がボロ負けして、なんとか性能を近づけようと電力を食わせていった結果、爆熱 CPU になって TDP と表示したらボロボロに惨敗しているのが一目でわかるからじゃないかなと勘ぐっています。おかげで CPU クーラー選びが難しくなりました。
もうちょっと詳細に説明します。インテルの第13世代 CPU の詳細、スペックシートのターボクロック説明の引用です。この赤で囲った部分が 13900KS だと思われます。ターボクロックで動作した場合の TDP は驚異の 253W。ターボクロック動作の最小時間は 0.1 秒。推奨は56秒。最大448秒。なお、1行下のエクストリームコンフィグ設定だとターボ時 320W も発熱します。価格 .com で TDP320W 以上のものを絞り込みました。性能表示されていて 320W 以上のものは8製品ありました。こういう CPU クーラーを使わないとターボクロックで動作しないか、最悪の場合はサーマルスロットリングで動作が遅くなります。インテルのデータシートにターボクロック時の電力詳細図が載っていました。PL1 がベースクロック、PL2 がターボクロック、PL3 が瞬間的に消費電力が増大した時にクロックをカットする式位置、PL4 が強制的にクロックをカットする限界値。ターボクロックで動作させるには十分な電力が必要です。しかも100秒の制限付きです。先ほどの温度条件と今回の電源容量を考慮すると、インテルのターボクロックが維持されるのは、十分冷えていて十分な電力があれば最大100秒維持できるということでしょうか。私はそう読み解きましたが、詳しい人がいたらコメントください。では、インテルの最初に出てくるスペック表に戻ると、プロセッサーのベースパワーが通常時の TDP、最大ターボパワーがターボ時の TDP。 この表には記載がないですが、ネットで検索した結果、実測の最大消費電力は約 450W 程度のようです。ですので、Core i9 の性能をフル活用しようとすると、最大消費電力 450W を余裕を持って出力できる VRM 回路を搭載したマザーボード、ターボ時の TDP253W をターゲットにした CPU クーラーをつけていない限り、どこかでサーマル保護が働いてクロックが下がるか、電力不足でターボが動かないか、どちらかの状態になります。逆を返せば、よく分からずに組んでもインテルの電力調整がうまく働くので良い CPU とも言えますが、自社側で i9 を買う人はフルパワーを出したいでしょう。何か不親切に思います。ここでモンさんピンときました。昨年前半から最近にかけて、激安 VS 高額マザーボード対決とか、水冷 CPU クーラーは冷えたとかの動画がたくさん増えてませんか？しかも左上にはプロモーションを含みますの文字が。この当時に販売されていたマザーや CPU クーラーを調べてみましたが、Core i9 を全力運転できるものは販売されていないか、ごく一部の高額のものだけだったようです。CPU メーカーが性能競争で大消費電力爆熱商品を一気に市場に売り出したため、パーツメーカーは数値で表すとやべえことが丸分かりになってしまうので、とにかく難しいことを言ってもしょうがないから、インフルエンサーを使った印象操作で乗り切ろうと考えたのではないでしょうか。まさに闇です。各パーツメーカーは市場に対応できる部品が少なく、とても焦ったんじゃないでしょうか。その結果、安いマザーじゃ動かない、水冷 CPU クーラーなら冷える
という印象操作商法で乗り切ったのではないでしょうか。まとめです。水冷 CPU クーラーの方は冷えるは嘘。CPU の性能激化で爆熱商品が発売。CPU メーカーの使用表は一般人にはわからない。CPU クーラーを選定する方法がわからない。そもそも使える空冷 CPU クーラーがない。その結果、水冷 CPU クーラーは空冷より冷えるぞという印象操作を行って、ユーザーが 360mm ラジエーター水冷を買うように誘導。市場のダメージコントロールをしたと推理します。この時から約1年経過した現在は、空冷 CPU クーラーでも 360mm ラジエーターの水冷と同じくらいの性能の製品がラインナップされていますので、やっと選べる状況になったのだと思います。動画の前半の方で述べましたが、 CPU クーラーの形式によって冷える冷えないが決まるのではなく、設計によって性能が決まるのです。 CPU クーラーに記載の対応できる TDP を確認しましょう。昨年からの印象操作で水冷 CPU クーラーという形式にとらわれがちですが、私のようにポンプ音がうるさい、VRM ヒートシンクを同時に冷やしたいという方は性能で選ぶといいと思います。なぜこのようなややこしいことになっているのかというと、その昔 CPU は他のマイコンなどと同じで定格動作しかしませんでした。性能が向上した結果、発熱と冷却ファンの音が大きくなりました。メーカーは対応するために負荷がかかってない時は動作クロックを下げる技術を取り入れました。その後、あれほとんどの場合は負荷小さいよねと気づいたメーカーは基準点を変更しました。これが今のベースクロックで、その頃からベースクロックの位置での性能表示が始まりました。そうです。基準点を変えたり名称を変えたり、 CPU メーカーの都合で発売時期が変わったり、市場の受け入れ体制が整わず大変になったので、印象操作で乗り切るしかないですよね。大混乱ですよ。最後に CPU メーカー側が分かりにくく説明している部分を赤字で書いておきます。今回は CPU クーラーの選び方を動画にしようと思って作業を始めたのですが、思わぬ闇を見つけてしまいました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたな。